皆さん、明けましておめでとうございます。フォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルは、スポーツ文化評論家、玉木正之を送る、既存メディアとは異なる視点で、スポーツの真の問題点を取り上げ、考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いはい、します。お願いします。2026年新年明けましておめでとおめでとうございうございます。ます。玉木のスポーツジャーナリズム代表の玉木正之です。よろしくお願いします。はい、この番組も、昨年の2025年4月に開始しまして、はい、8ヶ月を経過しました。登録者数1360人で、今のところ配信した映像が84本あります。こはい。れが、登録者数も含めて多いか少ないのかはよくわかりません。よくわかりませんけれ僕はなども、いですけどね。はい。着実に堅あ、実に、いろいろ活増えて動をやっはいます。はい。ているということだけは、自慢したいと思います。はい。それと、あの、去年の8月からですね、7月からですね、7月からですね。7はい。月からフォーラム8さん、はい。株式会社フォーラム8さんがチャンネルパートナーとして、はい。参加してくださるようになりました。はい。それでゲストの皆さんには拍車をお支払いすることもできましたし、スタッフの皆さんも、まあ、一応仕事として行はい。えることができるようになりました。フはい。ォーラム8さん、ありがとうございありがます。とうございます。実はフォーラム8さんは、こういうまあ、社内誌はい。を出して、春夏秋冬で出しておられて、これは、2026年の新年号、はい。馬が躍動してますね。これがなってるんですが、私はコロナ禍で、スポーツが教えてくれるという連載をずっと書かせてもらっていまして、はい。その連載が33回になります。から8年と1ヶ月、8年と1回かな、続いているということですね。これ、ホームページに、フォーラムエイトさんのホームページに出ています。えーその中で、私が連載していました、えっと、スポーツが教えてくれ教えてくるとれる。はいい。う連載ですけれども、まあ、それに続いて、フォーラムエイトさんがこの新年号では、えー玉木のジャーナリズムのことまで1ページで取り上げあ、はい。てくださって、はい。えーこの中で、まあ、これ私も原稿は全然知らなかったんですけれども、ああ、そうですか。そうなんですよ。私が書いてるわけじゃなくて、フォーラムエイトさんが書いてくださったんですけれども、うん。勝敗を超えてスポーツの本質を語る番組を応援しているということうん。をフォーラムエイトさんが書いてくださいました。はい。これは、本当はありがたいことで、なんて言いますか、単なるスポンサーというよりも、チャンネルパートナーとしうん。て、積極的に支援してくださってはい。いるのを本当に感謝したいと思います。あうん。りがとうございます。これからも続けていきたいと、はい。これからも何と言いますか、スポーツジャーナリズムというものが日本ではあまり確立していませんので、うん。あまりと言いましたけど、全然確立していないはい。のかな。だから、これからも、この活動を続けていきたいと思います。それで今は、新年にあたりまして、3はい。つのことをちょっと喋りたいと思います。はい。このスポーツジャーナリズムで何をやりたいかということ。これはもう、第一は、スポーツが民主主義からしか生まれないんだとはい。いうことを、私が、私の著書の中でも書いているんですけれども、それを、えーこの番組でも徹底していきたいと思いますね。うん。これが私の本でして、今こそスポーツとは何かを考えてみようという本の中で、スポーツが民主主義からしか生まれないというノルベルト・エリアスという社会学者はい。の、これですね。その意見に私はもう
なんて言いますか、浸水しているというか、これほど素晴うん。らしいことはないと思っていまして、というのは、古代ギリシャですね、古代オリンはい。ピアの祭典と、近代イギリスのオリンピックの始めた、要するにスポーツをたくさん始めたイギリスですね。オはい。リンピックを始めたのは、クーベルタンクーベルタ男爵でンです。フランスですけれども、はい。このイギリス、近代イギリスと古代のギリシャというのは、要するに民主主義のあるところなんですね。うん。で、民主主義のあるところしかスポーツが生まれなかったっていうのは、逆に民主主義とは何かということを考えさせてくれるんですね。うん。皆さん民主主義とは何かって聞かれてどう答えますかって聞いたときに、多数決であるとか、まあ少数意見の尊重とか、いろいろな意うん。見があると思うんですね。議会主義であるとか。うん。もうまあ、最近民主主義が崩れかかっているというような意見もある中で、はい。スポーツが民主主義からしか生まれないのはなぜなのかということを考えると、実は民主主義とは、反暴力であると。うん。要するに暴力で、権力で、力での勝負で、支配者になった連中が、支配している、まあ、権威主義国家と最近よく言われますけれども、はい。暴力が黙認されているような政治組織の社会の中からは、うん。スポーツは生まれないんだと。要するうん。にスポーツは民主主義の中、要するに反暴力の中で、暴力を使わない、例えば選挙であるとか、あるいは選挙で選ばれた人の話し合いであるとか、これ全うん。部暴力じゃないわけですね。うん。その中でしか生まれないというのが古代のギリシャと近代のイギリスでうん。スポーツが生まれた理由なんですね。その逆にスポーツを見ると、その民主主義のことがわかるということも言えるというのは、これは非常に重要なことだと思っていますので、これを根底にしたスはい。ポーツジャーナリズムうん。というものを実は広めていきたいですね。うん。今もスポーツは人気すごいです。スポーツもテレビのチャンネルつけたらそこら中でスポーツやってます。はい。もう、サスケが近代五種の一つに選ばれるようなええ。中にもうなりましたけれども、一体そういうものがなぜ出てきたのか。実は反暴力、要するに反戦ですね。戦争反対のうん。中から生まれてきたものであり、近代オリンピックが戦争反対を今度旗印にしているはい。というのも、これはスポーツの、なんて言いますか、必然的なことだといううん。ふうに思えるわけですね。それを根底にして、この番組を作っていきたいというふうん。うに思っています。ですから、権威主義的な、あるいは、なんていうか、戦争を肯定するようなうん。部分の番組には絶対にならないといはい。うふうなことだけは言っておきたいと思います。スポーツっていうのは暴力ですよね。暴力から生まれて、暴力を非暴力にした。殴うん。り合いをボクシングにする。掴み合いをレスリングにする。まあ、はい。柔道もそうですね。うん。民主主義の世界が芽生えだったところで、五箇条のご正門の中で、明治天皇ですね。すべて万機公論に決すべしという言葉の中で、柔術という人殺しのうん。技が柔道という競技に、要するに武術が武道に変わった。で、武道というのはスポーツなんですね。うん。そういうところをきちんと抑えた番組作りというはい。ものをしていきたいというふうに思います。ですから、スポーツとは、民主主義から生まれたということと、民主主義は反戦であるという、このはい。二つを、この新年にあたって強く言いたいと思います。そしてもう一つ三つ目は、これはこの番組の宣伝にもなるんですけれども、はい。実はですね、年末にですね、私こういう本を読んでました。新書世界現代史という本です。はい。講談社、現代新書の中から出ている本ですが、この中で、要するに、プーチンと習近平と、それとトランプが一はい。体なぜこんな、なんて言いますか、戦いになっているのかっていううん。ようなことを書いた、まあ本なんですね。なんて言いますか、新書うん世界現そうですね。代史の中で、なぜ力こそ正義は、なぜ力こそ正義というはい。考えが蘇ったのかって書いてあっうん。て、
これ非常に面白かったのは、プーチンがですね、はい。要するに、ベラルーシ、要するに白ロシアですね、と、うん。ウクライナ、これは小ロシア、小さなロシアうん。と呼んで同じ国だという思想の中で動いているんだっていうことが書いてあるったわけでうん。すね。ところがそれ読んだ途端に、私の、あえて言いますけれども、我々の、玉木のスポーツジャーナリズムのはい。中で、ゲストに佐々木正明さんをおはい。迎えして、うん。ウクライナの青錦の活躍とウクライナの情勢、それとうん。ロシアとウクライナの関係をうん。5回にわたって、3回連続で喋っていただいた後に、いや、面2回白かっ緊急で、たですね。は青い。錦が大関になった時うにね、ん。緊急で出てもらったんですが、喋っていただいたこととまるで一緒なんですね。うん。私たちの方が早かったですよって言いたいぐらいに、実はこれは一番先駆的な番組でしたという褒め言葉もいただいたりもしたか、メールが来たことはあったあ、んですそう。けれども、うん。そういう番組でもやってると。それともううん。一つは習近平のことですね。このはい。習近平のことは、この玉木のスポーツジャーナリズムの中でも、近藤大輔さんにゲスはい、トにはい、出てもらったはい。ときに、中国史の、はい。中国をスポーツから考えるってことをやってもらったんですうね。ん。で、これ、近藤大輔さんは、もうそこいら中のって言ったら近藤さんに失礼かもしれないけれど、あの、YouTube にいっぱい出ておられて、テはい。レビにも出ておられて、中国のことを喋っておられるんですが、この近藤さんが玉木のスポーツジャーナリズムでは、特にスポーツから、うん。中国のことを考えるといううん。ことをやっていただいた。これが面白かったんですね。うん。要するに中国人はサッカーがどれだけ下手かということを喋っていただいたりしたら、すごく面白かったというのは、中国人というのはやっぱり日本人の島国に住んでいた日本人と違って大陸に住んでいる中国人の物事の考え方というのうん。は、俺がという自分主義がうん。中心になっているから、チームプレーがとっても下手だと。うん。もう、せいぜいバレーボールで6人ぐらいならできるかもしれないけれど、11人のサッカーは無理だろうというような話をしながら、こういうこの本当の中国というはい。近藤さんの書かれた本の中にも少し出ているスポーツのう話、ん。これは面白いと思いましてゲストで喋っていただいたら本当に面白いう話がいっぱい飛ん。び出しましたよね。あの、中国人はオリンピックに出ても、銀メダル、銅メダルは恥ずかしくって、喋りもできないという、もううん。喋らないらしいですね。金メダル以外は全く認めないと。う要するにん。企業なんかはでも社長以外は誰も認めないと。要するに、共産党の中でも一番トップしか認めない。それが習近平なんですうね。ん。そういう中国人の考え方をスポーツから喋ってもらったっていうのを、えこの近藤さんにも話していただいて、それはい。で、要するに今の世界を、なんていうんですか、分断して、なおかつ支はい。配しようとしているプーチンと習近平とトランプはい。のことについて、玉木のスポーツジャーナリズムの方が先にいろいろ喋ってたと、ちょっと自慢したいなと思って。でおまけに今年はサッカーのワールドカップはい。そうがありまですね。すけれども、それの組み合わせはい。がありましたですね。これでもまたトランプの話が出てきましたね。はい。トランプがFIFA 平和賞というものをえFIFA からトランプに与えたと。FIFA、インファンティーノそうが与えたって言った方がいいと思いそうですね。ますけど。で、それで、玉木のスポーツジャーナリズムには、サッカージャーナリストの大隅義之さんと、はい。から近藤武夫さんに出ていただ後藤いて、武雄さん。はい。近藤武夫さんに出ていただいて、ただ単に、FIFA のワールドカップのことを喋るだけではなくって、う FIFA ん。のその銭ゲバぶりであるとか、うあるいん。は、ドナルド・トランプへのごますりぶりであるとか、といううん。ことも喋っていただいた。他のなんて言いますか、スポーツの報道となると、どうしても、楽しんで大谷で万歳万歳ってなってしまうんですけれども、そうではない、
スポーツジャーナリズムの番組をいくつも配信したとはい。いうことをちょっと自負しております。うん。それと、つい最近、まだ配信されてないのもありますけれども、パラスポーツライターの星野はい。京子さんと、はい。それとノンフィクション作家の長田渚さん、はい。スポーツゴジラの編集長ですね。この方何人も出ていただいて、日本のスポーツ庁長官にパラアスリートのうん。河合純一さんが選ばれはい。たと。これはもう、なんて言いますか、大谷選手がMVP 取るよりも、すごい画期的な出来事だといううん。ような喋り方をしたのは、我々の番組だけではないかと思いますけれども、まあ、ほとんあの、どね、ニュースにならなかったならなかですよね。ったですね。少し YouTube なんかでちらっと出てますけれどもええね、これすごいことですからね、うとん。いうようなことも報道しました。まだ、まあ、他にもこれ言い出したら止まらないんですけれども、小林信也さんと、それから、宇治原秀明さんに、はい。高校野球の話を根本的からこう考えるというよううん。な番組を作りましたし、それから、木村幸彦さん。木はい。村幸彦さんはもう日本のプロ野球、サッカーではオシムの言葉で有名なうん。方ですけれども、日本のプロ野球の労働組合のことにはい。ついての番組もで登場していただきました。はい。それにまあ、今年はミラノ・コルチナの冬季オリンピック、パはい。ラリンピックもありますけれども、春日良一さんがそのオリンピックっていうものが世界的にはどうなっているのかって。うん。今ね、日本は札幌が冬季オリンピックできなかったもので、なんか冬季オリンピックなんかやるところが少なくなっていて、オリンピックはだんだん先細りだというようなうん。声があるんですが、実はそれが大嘘で、もうそこら中でオリンピックやりたい都市が山ほどあると。まあ、アラブ諸国もありますまあ、そし、うですね。アフリカもまだありますし、東京オリンピックでもどんどんやりたいという地域があるっていううことん。があるっていう、なんて言いますか、既存のジャーナリズムでは、ちょっと見落としがちなことをうん。喋っていただきましたと。まもう喋り出したら、要するに、面白いと私は思うのは、自分が面白いとはい。思っているようなニュースでないと、ニュースとしては面白くないわけなんですよね。はい。それは、はっきりうん、そうで言うと。すね。ねえ。うん、何でも一緒ですけど。はい。それを私はもう貫いていきたいと思います。はい。この番組を作るにあたって、実は玉木のスポーツジャーナリズムというタイトルには、ちょっと私自身が抵抗ありまして、はい。玉木のという名前つけない方がいいんじゃないかというような気もしたんですけども、やっぱりつける価値はあるんじゃないかというん。うようなことで、今、この番組も作っております。はい。ということで、今年も1年間、これから、なんとか、もっと多くの人に見てもらって、もっと評判になるように、かといって、ポピュリズムには走りませんから、はい。ジャーナリズムとして本当に伝えなきゃいけないこと、はい。その点本当に考えなきゃいけない問題というもうん。のを、伝えていきたいとはい。いうふうに思います。ということで挨拶としてはよろしいでしょうかね、小崎さん。はい。十分でございます。はい。もう少し私の喋り方が滑舌が良くなるようには、これから練習しますんで、一つよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。